椿だぜ。地下なのよ。ランドストーカーの続きをプレイしていくわよ。本動画は連続企画の第5回。まだの人は以前の動画も見てくれよな。過去の動画は概要欄にリンクを貼っておくわ。前回までの冒険で物語も折り返しって感じだったな。次回、最終回、感動のエンディングを見逃すな。ということなので今回はラスト直前まで一気に進めるわよ。再生数取れなくなってきてるからさっさと切り上げる気だな。ノルマに届かないとお給料出ないのよ。つばちか。あかんて、あかんて。残り体力1、残機なしなのよ。無理な進行がたたり、初のゲームオーバーを経験。セーブしたところからだよね。はい、村で復活なんて甘えた救済はありません。負けたらやり直しの FF スタイル。みんなは何も見てない。いいね。私は頭脳明晰で記憶力群抜なので30年前の記憶を頼りにサクサク進めるのだぜ。ゲームオーバーというロケハン済み。敗因は理解している。結構広いダンジョンなんだ。無理せず一回補給に戻るという判断も必要なのだ。サクッと攻略できない規模になってきたわね。今後控えているダンジョンは中間地点から出入り口付近にはアップできるような作りのものになるわ。無理せず複数回に分けて攻略しろってことだな。前回のラストに到着したバーラの町は人口2名。道具屋のじいさんと司祭しかいないおかしな町なのね。町の人はこの鉱山で強制労働をさせられているんだ。こりゃめちゃ許さんよな。って展開だ。はい、結構殺意高めのトラップゾーン。いや、このゲーム絶対影の要素いるって、無理してでもどうにかすべき部分だろ。一回食らったり落ちたりしないとそこは危ないってなかなかわからない作り。基本的に目に見えるものは信用しちゃいけない。はい、サクサクっとカットしていくわよ。各ダンジョンの特徴的なギミックを中心に編集していくわね。ボスキャラが登場だぞ。何度も見た鎧タイプ。自己紹介はカットするわよ。かわいそうに。このダンジョンでは公爵直属のなんか頭悪そうな鎧と次々にバトルしていくことになるわ。危ない危ない。迷宮の鍵だ。はい、こんな感じに迷宮内にはあと2組の町民が捕らえられた部屋があるの。全て助け出せばこのダンジョンはクリアになるわ。つまり鎧はあと2体だな。はい、箱と複雑な芝を用いたギミックね。箱を持って上がらないと突破できないが、箱を持ったままだと上が引っかかるので先に置いておくのだ。パズル的な要素が強くなってきているわね。あとは本作独自の物理ルールを覚える必要がある。これが重要。0.9 キャラずらし。少しでも下のオブジェクトに触れていれば崩れることはないのね。使用の隅をつつくテクニックのように見えて、これが案外と使用通りの順路になるんだ。このずらし置きのテクニックは今後特に重要な要素になってくるぞ。施錠された扉を開けて先に進むわよ。動く足場だ。初回はここで結構落ちたんだ。1キャラ分ずれてるわよ。ここを落ちると少し戻ってやり直し。雑魚はスルーだ。ここには小型の雑魚を生み出す巣みたいなものがあるわ。撤去しておけば復活することはないオブジェクトなのよ。危ないし、壊しちゃおうか。どうせまた落ちるので残機に余裕があるうちに撤去するのよ。もう大丈夫だ。落ちても大丈夫だ。落ちないように努力してね。1キャラ分上に移動。よし、次は同じ速度で動いてるな。ここだ。よし、抜けたぞ。お次はオークキングと壺のエリア。これはね、当時の記憶も残ってたわ。あ、こんなことしてたなって。敵を選別してからギミックに挑むのよ。ここはずらし置きで壺を使って階段を作って登るんだ。これがこの世界の物理法則です。ジェンガが全然面白くなさそうだな。お次はトカゲゾーン。ここは走り抜けたい。スケルトン同様にリーチの長い突きを放ってくるので正面から切り合うと消耗させられることも多いわよ。多少強引に突破するぞ。下り階段。うっかり方向キー入れっぱなしだと下方向に落ちるから注意だぞ。南側に落ちるとまた壺を並べて登ってくることになるわよ。トカゲを倒したら出てくる箱を積んで脱出だ。しばらく進むと2つ目の部屋があるんだ。初回はここまで進めた上でエケーケの残量もないのに無理してしまったのよ。ここ解放したら1回補給に戻るのだぜ。無理は良くない。悪は滅びた。基本的に同じ内容のバトルだぜ。例によってここに鍵があるので取って先に進めるようになるわ。3つ目の部屋を開放するとここから外に出られるようになるんだよな。穴掘りは現在進行中。クリア後はここから出てもいいし正規の出入り口から出てもいいわ。抜け穴の方から出ないと取れない宝箱もあるので2号室から出ることをおすすめするわよ。とりあえず一旦戻って補給するのだぜ。バーラの町は町として機能してないのでトレントの木を経由してメルカトルに戻るぞ。エケーケ2個食べるよりは宿の方が安いのよ。エケーケも市場で買った方が安いからな。
怪しいお店で買える詐欺の服も非常用としては有用なアイテムなの。あれって回復アイテムだっけ？使うとフライデーが 50% の確率で喜ぶか怒るかするの。喜んだ場合は体力完全回復AK機がマックス50されるわ。怒った場合は体力1にされた上でAK機全没収なのよ。極端すぎんだろ。もうあかんって時の最後の博打ね。金貨200枚と比較的安価なので、セーブ&ロードが使える街でなら普通にお安くフルチャージできるアイテムと言えなくはないのよ。一つ買っておいてもいいかもな。同じく怪しいお店で買えるバニッちゃんは使うと宝箱の回収率を表示してくれるのよ。それは見たいようで見たくない数字だな。トゲ鉄球のドッスンゾン。なんとなくの感覚で進むしかないのだぜ。うまいうまい。クソが。ここが最後の部屋ね。自称最強の騎士だが内容は他と同じだぞ。はい、バーラコーさんはこれでクリアよ。それは生きて帰れたらの話だ。セーブするまでは気を抜くなよ。突破してきたトラックを逆の手順でクリアしていくのよ。落ちれば近道できるルートも多いが、それにはダメージも伴うからな。トゲの道を突っ切りながら4回倒れつつも脱出に成功よ。あれ？行き止まりじゃないか。リフトが来るわ。脱走用の抜け穴ってレベルじゃないぞ。大工事である。脱出だ。この先降りると登れないタイプの一方通行なの。なるほど。それでこっちから出ないと取れないお宝があるんだな。命のことなので進行上必須というものでもないわ。命は大事だよ。ちゃんと考えよう。命のもと。最大 HP は41まで伸びたぞ。まだまだこれからよ。見つけた。見えない場所に階段。ここにも命のもと。42。クリア時って普通はどのくらい？70から80前後みたいね。ただラストの街のお店で99までは買うことができるわ。厳しいようなら金策しようってことだな。はい。カクカクしかじかってことで街を救った英雄にプレゼントがあるのよ。実はバーラの街に到着してすぐに井戸の中はチェックしたんだ。ドラクエ3のイカズチの杖見たく、知ってりゃ取れたりしないかなと思ったが甘くなかったな。街の人が持ち帰った設定なので、ちゃんとフラグ管理されているのよ。雷鳴剣。雷神の剣です。これで私の手に雷神の力が宿っちゃうわ。ビリビリだわ。魔法攻撃はイフリートソードと同様、何かが飛んだりはしないタイプなのよ。再び鉱山から奥を目指すぞ。採掘中に山を掘り抜いてしまったの。どうやらドワーフの村に繋がってしまったのよ。公爵は3つ目のジュエルを求めて村に向かったんだな。実は4つ目なの。取られたのは赤と紫だろう。3つ目のジュエルはすでに灯台のあるリュマの町から強奪済みなのよ。いつの間に。宿や剣道具やエケエケ買っておこう。こいつ今一瞬だけど右に移動したよな。私じゃなきゃ見逃してたね。ほらほら移動しろよ。はよはよ。押せ押せ。今だ。目の前で行われるえげつない窃盗行為。はは、油断したね。サラダバー。はい、公爵の一団はすでに村を蹂躙した後だったのよ。申し訳ない気持ちにも一瞬なりかけたが、今の私はエルフだった。許さんぞ人かすめ。ジュエルはすでに公爵の手に渡ってしまったのか。必要なジュエルは全部で5つ。公爵がリーチをかけた状態ね。おいおい、前回の段階で物語も折り返しとか言ってたけど、もうすっかりクライマックス路線じゃないか。はい、全貌をつかまないまま適当かましてはいけません。攻略サイトなんかで見ると、前回の盛り当たりからは後半チャートに含まれていることが多いわね。ちょっと待って、今なんか落ちてたぞ。装飾品のマスストーンね。マーズじゃなくて表記がマスなので本作に限ればその名称で納得してちょうだい。ミサリーの小屋でサターンストーンを手に入れているからな。これは悪魔的なサターンではなく土星的なサターンと確定したな。残りはムーンストーンとヴィーナスストーンになるわね。今拾ったマスストーンは毒や麻痺に対する耐性を高めてくれるわ。公爵だ。偉そうにふんぞり返っているけど、イカだってのがシュールよね。ちゃんとした船くらい用意できるだろう。後を追ってくれないようにイカダを買い占めてしまったのよ。ほんとだ、最後のジュエルとか言ってる。こうしてまたしても一歩先を行かれてしまうのよ。そのあたりは想定通りだ。ラストダンジョンへの道もあいつが開く流れだろう。ネタバレとかそういう流れではなく、少年漫画の悪役のテンプレだとそうだろう。悲惨な最後を遂げるところまでがテンプレよね。むしろ変にひねって、本当はすごくいいやつで、みんなのためを思ってとかの方が後味悪くなるからな。壮絶な退場に期待しておきましょう。壮絶に煽り散らかしてくるやん。こうして公爵は最後のジュエルが眠る神殿に足を踏み入れてしまうのよ。ツバチか。
つばちか。村に戻るとイベントが進行するわ。塞がれていた穴が通れるようになっているぞ。難関噂を聞きつけた迷惑系観光客がバリケードを突破してしまったみたいね。サンバカの登場かな。本来であれば公爵を追わなきゃならないので、コンテンツは関係ない流れのように見えるけど、こちらが順路。結果的に公爵が入っていった神殿に通ずる通路となっているわ。多少ご都合主義な展開ではあるが突破していこう。ここはまだ芝が平面的な動きをしているわね。よく見て足場を渡ればへっちゃらだ。奥の足場は上下に動いているわ。あれは壁面の穴の方から戻る際に使う足場だな。よし、本当は穴の前に降りるつもりでジャンプしたけどな。その認識のズレが多くの悲劇を生み出してきたのよ。あ、ここ覚えてるわ。まずはスライムを片付けてから。4つの穴に3つの箱。これが意味するものとは。仕組みは簡単だ。箱3つを穴に落として残りの1つを自分で踏む、それだけなんだが、この判定がめちゃくちゃ厳しいのよ。1ドットでもずれると入らない。穴に落ちた状態で投げる。こうすれば少なくとも東西のラインは合ってるってことになる。箱持ったままうっかりミス操作で横に動いたらやり直しだ。入った。単純だけどシビアな作業。よし、あとは自分が穴に落ちるだけだ。迷宮の鍵。面倒だけどスルーできないギミックってことだな。先を急ぐわよ。チャイムだ。あれは森尾さんじゃないか。村にいた迷惑系観光客は森尾さんの方だったみたいね。この人もなんやかんやで行く先々に出てくるよな。箱の中身がお気に召さなかったようで譲ってくれるのよ。ガイアの像。命のもと。これいらないとか縛りプレイでもしてるのか。次のギミックよ。ここは敵を最低1体は残しておいて、感じにスイッチを踏んでもらうのだぜ。足場が出るのはスイッチがオンの間だけ。素早く段差を越えるのよ。この程度はまだまだ余裕だぜ。ちょっとヤバそうな敵の登場。何がヤバいって、こいつが動くたびに画面がシェイク演出で数秒止まるんだ。地震演出で身動きが取れないのだけど、揺れでダメージを受けたりはしないし、当の本人も動けないので何の意味もないわ。時間はかかるだけど嫌がらせだ。流補戦術。これだよ、これ。会いたかったぞ、ヒーリングブーツ。装備していると歩くだけで HP の回復するド安定物ね。回復量は20歩くらい歩いてようやく1って感じで気休め程度なんだが、周囲の安全を確保できていればうろうろするだけでフルチャージすることも可能だ。壁に向かって歩いてもダメよ。はい、テクテクしましょうね。テクテク幸せ。ウォーキングパノンのネタなんかわかるやつがいるのか。はい、この先に完全回復できる女神像があるのよ。完全回復するまでテクテクしてたら発狂してるな。テクテク不幸せ。おっと、外に出たぞ。この先のちょっとしたギミックをクリアすれば神殿は目の前よ。通路ダンジョンと呼ぶには結構面倒くさいダンジョンだったぜ。この先に洞窟があるのだけど、南に進めばトレントの木もあるわ。ギミックだけ発動させてから一旦戻ってセーブしておこうか。女神とガイアが一つになると奇跡が起こるのよ。ガイアってのはアイテムのガイアの像だ。さっき一つ拾っているわね。ご丁寧にここにも2つ落ちてるし、なんなら道具屋でも売ってるアイテムだな。回復。あざーす。先に外を見ておこう。その方が変化が分かりやすいだろう。普通に行き止まりね。中に戻って。アイテム欄からガイアの像を使うんだ。一応は画面内の敵全てにダメージを与えられる消耗品なのよ。あんまり強くはないんだけどな。南下溶岩的なものが流れ出て道ができたのね。常識的に考えたらあちあちで渡れないけど立派な道だ。冷えて固まってるって形だけど、靴なんて一瞬でグズグズになっちゃうわよ。南の方にあるトレントの木を目指すぞ。降りるのは簡単だけど登っていくのはちょっと面倒な山道なのよ。このトレントの木がドワーフの村の近くに繋がってるんだ。村の名前はデステルなのよ。とりあえずセーブして消耗品なんかをチャージしておこう。はい、装備も万全嬉しいな。湖の神殿を目指すわよ。なんやかんやで HP も54まで増加したぞ。お店で売っている命の元の値上がりが深刻。一生懸命戦っているのに全然お金がたまらない。はい、これをワーキングプアと呼びます。最後の方はじゃんじゃんバリバリ稼げるに違いない。また南下新手の3人組の登場なのよ。こっちの敵は言葉遣いが少し丁寧だぞ。まさか、奴らは公爵闇の騎士団、モノコーントルパーズよ。知っているのか月光。知らん。というわけでラビリンスフォーメーションとやらを使うと思われる敵の挨拶なのよ。このダンジョンはね、本当に心を折るクソギミックが満載なんだ。でもここで泣き言言ってチャラストダンジョンを突破するのは難しい。ラストダンジョンは広大かつ複雑なのよ。これは確か、おかえりワープだよな。そうね。
ある程度進んで鉄格子を開けると入り口付近にアクセスできるようになる仕組みね。体力満タン、エケエケも9個。この状態でセーブしておこう。ダンジョン内セーブにも対応。結構な修羅場の予感なのよ。さっきのやつら発見。特に何もないのだけど、この演出も立派なヒントなのよ。ぐるっと回ってきて穴に飛び込むのが順路だな。回転扉っぽくて楽しいぞ。突然どうしたのよ。鮮明に思い出した。マジでクソなギミックだ。スイッチオンで足場が出る仕組みね。今までもたくさんあったでしょ。今までのはさ、スイッチを押すと道ができる、そういうギミックだったやん。ここのはスイッチを押すと一瞬だけ道ができる仕組みなんよ。足場から箱を投げてスイッチオン、そして一瞬の隙を逃さずジャンプで越えていくってギミックなんだ。正確に箱を投げるのにも一苦労ね。真面目に100回くらいはやり直したぞ。てんや、オンドルアボルアー。いけたいけたいけた。落ちないように気をつけて中身を手に入れるのよ。鍵なんだよな。これスルーはさせてくれないんよ。この部屋で20分くらい使ったわよ。30年前にも同じことを思ったはずだ。二度と来ねえよ。はい。スイッチを押すとウォーキングリビングアーマーなのね。あいつに飛び乗って移動するギミックだ。雑魚は復活する。ミスりたくないな。はい。スイッチ持って。一段上に置く。でい。無事にクリアね。これはそんなに難しくないはず。ここはね、箱を持っていってアーマーの上に乗せると正面が開く。厄介なのは処理落ちだ。足場が多すぎて処理が重いのね。それはいいんだけど、消える足場なのね。足場が少なくなっていきなり通常のゲームスピードに戻るとびっくりして落ちちゃうこともある。頭上をかすったわね。でもなんかスイッチ入った音はしたぞ。いけてるのかな？開いてた。ここは一番奥のスイッチが正解だ。知っていれば何の問題もないギミックだったわね。うわぁ、これか。これもくっそ腹立つギミックなんだよ。たくさんの鎧とスイッチね。さすがにこいつは動かせないよな。スイッチ踏むと鎧が一斉に動き出すんだ。そいつらの上を踏みつけて反対側の上に進むギミックだ。うさぎさんが稲葉でサメジャンプだ。なんだっけそれ。ビシバシジャンプなのよ。あれよりはもっとフロッターに近い。はい、ここも地獄の予感。クソが。頑張ってイトライなのよ。スイッチをしてジャンプ、スイッチをしてジャンプジャンプ、スイッチをしてジャンプ。だいぶあかん。ギギ、ググ、ガガガ、グ、なんという、不毛、慈悲などない。椿に電流走る。正体見たり。コツを掴んでる様子は全くなかったけど。触れるとストップするんだわ、こいつら。あとは普通のジャンプアクションだぞ。これが順路ってわけではないわよね。昔は泣きながら普通に越えていってた気がするよ。イエイ、インチキクセ。そうでした。はい。苦労して渡ってきたけど鍵じゃなかったのね。命の元なんだよな。スルーでもよかった難易度だよ。はい。ここは手前の段差自体がスイッチになっているのね。例によって一瞬だけ姿を現すぞ。越えていくには0フレーム目押しが必要なレベルだ。1フレ猶予あればもっと簡単なはずだものね。くっそ。はい。てんや。できた。ずいぶん苦労したわね。鎧の部屋と合わせて1時間は食ったぞ。幸いこっちは無理ならスルーしてもいい部屋にはなるわね。はい。ちょっとカットしたけど、スイッチを押して足場を確保したぞ。重要アイテムかつ武器の更新。やっと飛び道具と言える魔法を打てる剣が手に入ったぞ。攻撃を飛ばすことで動くギミックがあるので必須となる装備ね。防具も更新だ。ちゃんと防具の見た目が反映されているわね。この箱は確か上に向かう時に使うんだ。とりあえずこの先のスイッチを押してから行かないとダメだった気がする。スイッチはたくさんあるけど全部ダミーなのよ。奥の鎧を魔法攻撃。これが本物のスイッチね。よし、先を急ぐぜ。こいつを持って。これずらし置き。ありゃ、ずらしが甘かったのかしら。半分もずれてりゃ大丈夫なはずだ。でい、抜けたわね。なんやかんやあって一番奥の部屋までやってきたぞ。鍵を開けて進めばボス戦なのよ。回復施設完備。キーリング物のおかげでケケも節約できたわね。はい。隙あらば安全な場所でテクテク歩いて HP をチャージしながらの進行です。
ボスの登場よ。なんだっけ、トリオザコン。モノコーンとルパーズよ。くっそ弱いぞ。所詮は雑魚の色違いだったわね。公爵だ、追いついたぞ。道中でも軽くおちょくられたけど尺の都合でカットとなりました。公爵とのバトルなんだな。おっと、専用 BGM 付きかよ。とはいえ、こっちは適当に剣をブンブンするだけなんだけどな。ケーキの在庫も十分なので多少はご利用しても大丈夫そうね。これがたった一つを極めたものの動きだ。あんまりそっちにいると良くないわよ。そうなん？買ったぞ。本来であれば公爵を撃破した後に宝箱が落下してくるの。中央の箱を開けようとしたタイミングで Z が奇襲してくるの。最初から奇襲ポイントに行ったせいで一緒に降ってきちゃったのよ。じゃあ左右の箱は取れる流れだったのか。ケーキと命のもとね。うわぁ、損したぜ。ネタ的には面白いからよし。おや、ここは見るの塔だな。はい、超絶都合いい魔法で危機一髪助けてもらえたのよ。なんやかんやで世界の運命が託されてしまうのよ。世界征服か。こりゃついでに世界も救ってやらないとな。ここでアンロック要素、アックスマジックが授けられるのよ。アックスマジック？オノ魔法？これで各地にある色の血が気を切ることができるようになるわ。お、気になってたやつだな。この後は Z との対決、そして残すはラストダンジョンなのよ。大変なんだよな、ラストダンジョン。普通にやってたらラストダンジョンだけで動画3回分くらいのボリュームになるわね。ワープを駆使して少しずつ攻略していた気がするぞ。とりあえずメルカトルに戻ってセーブ。今回はそこまでにしましょう。とりあえず帰宅途中の切れる木は切っておくのだぜ。すぐ南に一つ、下りの道にも一つあったわね。一番最初の村にもあった気がするぞ。次回はその辺りをさっと攻略してラストダンジョンとエンディングに尺を使うわよ。チャイムは鳴ってないので命の元ではないな。ダールの飛躍。結構溜まってきてるな。ラスボス戦でガブ飲みしてやるぜ。今回はここまで。次回最終回だ。ツバチカ。ツバチカ。というわけで今回はここまで。次回に続くなのよ。正直気が重い。あのクソダンジョンにまた挑むことになるとはな。とにかく広くて複雑。これまでに培った技術をフル動員しなきゃ勝てないわ。頑張ります。マシュマロ来てた。今回は X でアイキャッチ用の画像で私たちがキリッショーなんかも募集してみたわ。マシュマロ、ありがとうございます。マニーだ。塩ビ服のマニーを着るんだ。早くしろ。間に合わなくなっても知らんぞ。あ、ウィザードリー1で村正出るまで実況よろしく。このことです。ウィザードリーの村正って時々聞くけどそんなにすごいのか？それなりに出るは出るんだけど、それはもうクリアしろとほぼ同義ね。クリア後のトレハンとして村正、手裏剣、聖なる鎧、この3つをゲットするまでがウィザードリーなのよ。はい、心には留めておきますね。次のマシュマロ。アイキャッチやフィギュアはどのように作成されているのですか？一から作成？これはもう今流行りの AI 先生なのよ。AI 先生に私たちの特徴を入力してフィギュアっぽくしてって伝えればこんな感じの絵を出力してくれるのだぜ。 3D プリンターから出てくるようになれば嬉しいんだけどね。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば X のアカウントにアクセスできるのよ。少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると欲しいもやマシュマロを投げられるわよ。欲しいもは Amazon の欲しいものリスト。何かご支援いただければこの辺の空いてるスペースが賑やかになるかもしれません。マシュマロ質問はたまったらネタにするのだぜ。動画のコメント欄でも全然大丈夫よ。というわけで最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。久々の連続企画も感想間近だな。さすがにうちのチャンネル規模では分割シリーズは3回が限度ね。後になるほど露骨に回転数が減るな。 RPG1 本を3回でっていうのは割とチャンネル初期のスタイルね。あれくらいが無難なのか。撮影に時間食っちゃうのが難点だけどね。リクエストもお待ちしております。